UV レジンパールオーシャンキーボード。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回はブルーとパールホワイトを基調にしたクリアで爽やかなキーボードを作っていこうと思います。こちらの海の可愛らしいモチーフのパーツ、そしてパール、今回はこちらがあってデザインのイメージができました。メカニカルキーボードと、そして、シリコンモールド、こちらが、キーキャップを作ることのできるシリコンモールドです。詳しい使い方は過去動画をご覧ください。そして、UV レジン 500g を買いました。250g 使っております。こちらのキーボードを作るにあたってかなりのね量を使用いたしますので、こういったたくさんの量があるといいかなと思います。それではまずはじめにデザインを決めていきたいと思います。いろんなパーツを並べてみて、ここがいいかな、ここがいいかななんて並べながらイメージを作っていきます。それではある程度デザインが決まったら使いたいパーツの準備をしていきたいと思います。こちらのパールの人で、丸い輪っかがついているんですけれども、この接続部分は今回必要ありませんので、ニッパーなどでカットをして準備をしておきます。それでは文字キーを作っていこうと思います。3522、そして3523、そして、3524という番号が振られているモールドなんですけれども、それぞれ対応する文字キーが、決まっておりますので、確認をしてから、作っていきます。まず最初に接続パーツを作って、レジンで硬化させておきます。そしたら、レジン液を少量流してパーツの固定をします。はい、そしたらたっぷりとレジン液を流して先ほど作った接続パーツを硬化していきます。はい、これで、一つキーキャップが出来上がりました。こんな感じで仕上がっております。そしたら、はみ出たバリの部分をニッパーなどでカットしていきます。バリのカットはとても見ていて気持ちがいいですよね。はい、出来上がりました。それではこんな感じで、たくさんパーツを作っていこうと思うのですが、3522の QAWERTUIOP、 こちらのパーツはですね、ブルーとホワイトを交互に入れて文字キーを並べていこうかなと思います。こちらのブルーのパーツなんですけれども、レジン液の中に入れると少し透明感のある質感に変わって、とても涼しげで可愛らしいなと思いました。続いてこちらの貝殻のパーツなんですけれども、こちらはですね少し厚みがありまして、モールドの中にしっかりとフィットしませんでしたので、少しだけ削って平らにしておきます。
はい、これで、少しパーツを平らにすることができましたので、裏面に向けてモールドの中にフィットさせることができました。こちらモールドによって厚みが違いますので、モールドの深さが違うので入るパーツもあります。なので、硬化させる前に必ずパーツを一度入れて、蓋がしっかり閉まるかを確認するといいかなと思います。はい、並べてみるととっても可愛らしいパーツが出来上がりました。それでは文字のパーツを作っていきたいと思います。こちらとっても小さなアルファベットが作れるモールドなんですけれども、今回はこちらがあって本当に良かったなと思いました。一つずつ書いていくとやっぱり大変というのと、こういった、ステッカーよりも小さい細かいパーツが飛びますね。作ることができるので、とても重宝したなと思います。こちらも細かいバリの部分を、取っていきます。今回ですね、とても息の詰まる作業が大変多い作業となりました。皆様最後まで、呼吸を忘れずに。キーキャップの表面に薄くレジン液を塗ります。そして先ほどのパーツを乗せたら、上からさらにレジン液を乗せて硬化します。ここはですね、薄めにというのがポイントです。せっかくですのでね、キーキャップの形を残しておきたいなと思いました。こちらの文字のパーツ、実はですね、カットをして、いろいろなデザインをすることができます。愛という文字を、半分にカットいたしまして、さらに愛のパーツを乗せてカッコを作りました。はい。はい、文字キーの1列目完成いたしました。もう並べているだけでとても可愛らしいなとテンションが上がっております。それでは、3523のモールドを使って次の列作っていこうかなと思います。今回一番大変だったのは、それぞれのモールドに、合う文字、それから対応するパーツですね、それを間違えないようにしっかりと配置をするというところが作っていく中で少し頭の中で混乱してしまって、そこが一番大変だったなと思います。その都度その都度確認をして、対応するキーキャップ、間違えないように作っていってください。あとはですね、実はパーツに限りがありまして、ほとんどギリギリの状態で作っていたんですね。なので失敗ができないというのが大変なところでした。こちらのモールド、まっすぐに真ん中に接続パーツを合わせないと、隣のキーキャップと接触してしまってキーが打てない状態になってしまうんですね。で、残ってるパーツもないので、必ず、しっかり真ん中にモールドを持ってくるという、緊張感の中で作っておりました。なんとかできたのでね、良かったかなと思います。
それでは3524の列を作っていきたいと思います。こちらはですね、ブルーとホワイト交互ではなくブルー一色で作っていこうかなと思います。それでは、エンターやスペースキーなど少し大きめのキーキャップを作っていこうと思います。こちらの文字のキーキャップたちは、パールホワイトの、可愛らしいパーツを使って、作っていきたいと思います。とても大ぶりなキーキャップは存在感があってとても可愛らしいですよね。このパールホワイトのパーツたちがとても上品な感じに見えて、いいなと思いました。ただですね、全てのパーツスペアがございませんのでとても緊張しながら作っておりました。ものによってはやっぱり入らないフィットしないパーツもございますので、その都度確認をして削ってから入れております。私ですね、あまりキーボード詳しくなくて、今回これを作ってこういった配列だったりこういうなんていうんですかね、キーがあるんだなと思って何に使うのかなと思いながら、作っておりました。タツノオトシゴすごく可愛いですよね。これは、エンターキーそしてシフトキーにちょうどぴったりの大きさでした。とてもちょうどいい大きさで良かったなと思ってます。スペースキーですね、この貝殻シェルのパーツ少し手前を浮かせないと、フィットしませんでした。なので、先に、確認をしてからどこだと蓋が閉まるかっていうのを確認しておいてください。で、パールも乗せてるんですけれども、入れたいんですが、少し UV レジンをつけて手元ライトで仮硬化をしてしっかり固定をしてからレジン液を流しております。すべてのキーキャップの中で、一番長さもあり深さもあって、レジン液の容量をたくさん使うこちらのスペースキーなんですけれども、UV レジン一気に硬化してしまうと反ってしまうという、問題点があるんですね。ですが、このモールドの性質上一気に硬化しないといけないということで、しっかりと押さえながら冷やしながらまっすぐに硬化できるようにゆっくりと作っております。以前もね動画にしましたので、スペースキーの詳しい作り方は過去動画をご覧ください。今の手順で、ゆっくり硬化すると、ほとんど反りもなくまっすぐに仕上げることができます。スペースキーはねなかなかちょっとコツがいるパーツかなと思いました。
それでは矢印キーを作っていきますが、今回パールで仕上げたかったんですが、ご覧の通りフィットしないものもございます。なので、半球パールを作っていこうかなと思います。いろいろ試した結果、こちらのパール顔料、パールホワイト顔料をたっぷりとレジン液に入れて、半球のモールドに流し込んだら、一番パールっぽく見えたかなと思いますので、今回はこちらを使用したいと思います。宝石の雫パール顔料でも試しましたが、こちらのパウダー状のものの方がですね、パール感が出たんですね。実際にキーキャップの中に、入れて硬化してみたんですけれども、これはお好みだとは思うのですが、私は今回こちらのパーツが、パールらしく見えて、気に入ったので、こちらを使用したいと思います。はい、矢印のパーツ、こちらもないので作っていきたいと思います。X のパーツを、半分にカットして I と組み合わせることで矢印が出来上がります。I のパーツに、先ほどカットした X の半分ですね、こちらを乗せて矢印のパーツを作っていこうと思います。それではナンバーキーを作っていきたいと思います。今回は、その数字に対応したパールの粒をそれぞれのキーキャップに詰め込んでいこうかなと思っております。こちらの3521のモールドにはパールの粒を入れることができたんですけれども、一番大きいパールの粒が場所によってはフィットしない箇所があるんですね。ちょうど蓋をかぶせる部分に、合わせてしまうと、フィットしないので、必ず蓋をして収まるかどうかを確認してから、硬化をしてください。こんな感じで溢れそうになったら一度蓋をしてギュッと押し込んでから硬化をします。そしてこちらは0ですね。何もパールを入れないで、作ってみました。それでは数字の方はネイルステッカーを使って、番号を振っていきたいと思います。そして、このエクスクラメーションマーク、その他アットマークの記号など、入っているものはすべて使いたいと思います。こちらのステッカー、結構探したんですよね。数字だけ、アルファベットだけというのはあるんですけれども、こういった記号が入っているものというのはなかなか見つけることができませんでした。
はい、それではカラージェルを取り出して、アートをしていきたいと思います。そうなんです、それでもやっぱり入っていない記号というものがどうしてもありまして、書いていくことにいたしました。ドルマークは入ってなかったですね。そして、この少し山になったなんて言うんでしょうね、こちらの記号も、入ってなかったです。あとはですね、プラスだったりイコールだったり、ドットは書けるかなと思いましたので、大丈夫なんですけれども、等記号というんですかね、そういったものも入ってなかったので、そちらはすべて、書いていくことにいたしました。それでは最後ファンクションキーを作っていきたいと思います。数字キーとは違ったパールを使って、メリハリを出していけたらなと思います。先ほど作った半球のパールに、こちらのネイルステッカー、ブルーなとっても爽やかな、オーシャンイメージのステッカーですね、こちらを貼っていきます。ホワイトの上に、鮮やかなブルーがとても映える可愛らしいパーツが出来上がりました。そしたら今度は接続パーツの方に、今作ったパーツを乗せて硬化をしておきます。こちらのモールドにはたっぷりとレジン液を入れて、接続パーツとパールのパーツがくっついた状態で、硬化をします。そうすると、しっかりと真ん中中央部分に、こちらのパーツを持ってくることができるというのと、浮いた状態にならないということができますね。矢印キーの時は先に仮硬化をしてやったんですけれども、こちらの方が綺麗に仕上がるんじゃないかなと思いました。ファンクションキーはこの方法で作っていきます。そしたら、ステッカーで、アートをしていくんですけれども、こちらの F のパーツを乗せてバランスを見ながらステッカーを配置していきます。そしたらコーティングをしながら先ほどの F のパーツを乗せてポンとレジン液を乗せて硬化をいたします。
それでは最後のエスケープキーです。今回はですねこちら、かなり何日もかけて作ったんですが、最後のエスケープキーはアクセントに一粒クリスタルをポンと乗せて完成となります。はい、お疲れ様でした。すべてのキーキャップ作ることができました。こうして並べてみるととても圧巻ですね。それでは楽しみにしていたキーボードに装着していきたいと思います。こちらのキーキャッププーラーを使って、簡単に取り外すことができます。同じ作りですね、慣れてきたら簡単に取ることができます。それではまずはこちらの列からすべて外してつけていきましょう。まずはスペースキーから、今回のこのスペースキーかなりまっすぐ作ることができたので問題ないかなと思います。大丈夫そうですね。かなりずっしりとした重みのあるスペースキーではございますが、大丈夫そうです。どんどんつけていきます。隣のキーと接触しないように1列すべて取り外してから、その下の段につけていきます。その方が装着しやすかったですね。はい、最後のエスケープキーをつけて完成です。しっかりと押し込んで大丈夫そうですね。出来上がりました。クリアオーシャンキーボード。いや、並んでみるとやっぱり可愛らしいですね。すべてクリアのキーキャップで、作ったキーボード見てみたかったんですよね。こんな感じで仕上がりました。横から見て、高さもだいたい揃っているかなと思います。押し心地も、問題ありません。すごいですね、このモールド。こういったオリジナルキーボードが作れてしまいます。たまりません。それでは早速、コネクトして、ライトアップしていきたいと思います。今回は、iPad に接続してみました。光っております。こちらのキーボードですね、光のパターンもいくつかありまして、開封で紹介した時は全てお見せできなかったんですけれども、ファンクションキーと、ページダウンキーを押すとこういう感じで光のパターンを変えることができます。光った状態だとまた見え方が違ってきていいですね。こちらは波紋が広がるような光のパターンです。これとってもいいですね。この海のキーボードにぴったりかなと思いました。チャポンチャポンという感じでしょうか。ライトを消してみます。かなり鮮やかに光りますね。クリアのキーキャップなので光がダイレクトに届くという感じでしょうか。少しチカチカするのでライトをつけた状態の方が私は好きです。こちらも好きなパターンですね。パルチャンネルと打ってみました。一文字を押すとしばらくしたら消えるというパターンですね。
文字打ちができるかどうかもしっかり確認していきたいと思います。はい、特に問題なさそうですね。しっかりと押し心地もそこまで変わらず押すことができます。気をつけたいのは隣のキーキャップと接触しないかどうかということですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。UV レジンパールオーシャンキーボードでした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、TikTok、その他 SNS 使用材料などは概要欄の方に記載しておきます。